今日は街ごと世界遺産になっているスペインのトレド、絶景、夜景、そして巨大パエリアを堪能してきます。皆さんこんにちは。猛烈会社員を辞めて旅に出ている猫旅です。今1ヶ月間のヨーロッパの一人旅に出ています。ヨーロッパの各都市を紹介する動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今はスペインの首都マドリードにいて、今日はここから昔の首都でもあり、街が丸ごと世界遺産になっているトレドに向かいます。マドリードのアトーチャ駅から電車で向かいます。着いたら受付が信じられないほど並んでて、30分ぐらい待ってやっと手荷物検査です。早めに着いておいてよかったです。早速乗り込んでいきます。チケットに書いてある座席に座ります。車内は非常に快適で、荷物もちゃんと置き場があります。さすがにここは盗まれないかなと思い、そのまま置いちゃいます。今日もスペインは快晴です。トレドってどこって感じだと思うんですけど、実はマドリードからすごく近くて、高速列車で35分、15ユーロぐらいで行けちゃいます。距離的には東京から小田原ぐらいです。トレドに到着しました。ちょっと想像以上にこじんまりしてますね。アトーチャ駅が割とカオスだったので、30分でこんな田舎になるのかっていう、いい意味で驚いてます。トレドは駅が美しいことでも有名です。ステンドグラスがあって、なんか教会のような作りになってますね。外観はこんな感じです。駅から街の中心まで3キロぐらいあって、歩くのはさすがに難しいので、あとバスの検索も出てこなかったので、タクシーに乗ることにしました。タクシーの運転手さんが一生懸命街の説明をしてくれてて、めちゃめちゃいい人でした。今日のホテルはここです。甲冑が置かれてますが、トレドは剣の生産地としても有名だそうで、トレドという名前は優れた剣の代名詞にもなってるそうです。部屋はこちらで、なんか実家の部屋みたいな感じでした。バスルームも綺麗です。トレドという街を簡単に紹介すると、まず街全体が世界遺産に指定されていて、三方をタホ川という川に囲まれていて、自然要塞と呼ばれています。1561年マドリードが首都になる前にスペインの首都だった場所で、なので古都トレドと言われます。711年にイスラムの支配を受け、11世紀に奪還。当時の王がイスラム教徒に対して寛容な姿勢だったため、その後もキリストイスラム、そして早くからこの地に住んでいたユダヤ人が混合する都市と言われています。これは誰が言った格言かわからなかったんですけど、もし1日しかスペインにいられないなら迷わずトレドに行けという格言があるぐらい、行った人を魅了する、そんな街だそうです。この川に囲まれたエリアが、トレドの中心と呼ばれるところで、橋のホテルから中央に位置するトレド大聖堂まではだいたい歩いて15分ぐらいなので、一度街の中に入ってしまえば、その後は徒歩移動が可能な小さな街になります。荷物を置いたので、早速日が暮れる前にどうしても行きたかった展望台に行きたいと思います。足がないのでタクシーで向かいます。展望台に到着しました。こちらが世界遺産のトレドの街を一望する景色です。地図で見た通り、蛇行するタホ川に囲まれて、トレドという街全体が要塞と化しているのがよくわかります。広角で見るとこんな感じです。ちなみにタホ川は1000キロもの長さがあって、ポルトガルのリスボンを通り大西洋に向かっているそうです。川の幅としては30メートルから広いところだと50メートルぐらいあって、橋などがなければ、当時渡るのは大変だったろうなと思います。少し日が暮れてきました。もう少し粘りたかったのですが、帰りは足がなくて歩かないといけないので、暗くなる前に町に戻りたいと思います。道はこんな感じで、歩道が整備されているので歩きやすい道になっています。途中絶景を見ながら食事ができるレストランがありましたが、一人では入りにくいので街でレストランを探します。
また少し暗くなってきて、これまた綺麗ですね。街に近づいてきました。タホ川は一昨日ぐらいまでのマドリード付近の豪雨でかなり濁ってますね。こちらが運転手さんが教えてくれたアルカンタラ橋のアーチ門です。エスカレーターがあります。街の中心に向かってかなり急な坂になっているので、移動手段としてエスカレーターが設置されているようです。金曜土曜は深夜2時まで、それ以外は23時までの稼働のようです。特に料金などかからず使うことができます。それではエスカレーターで登っていきます。だいぶ暗くなってきました。こう見るとかなり登ってきたようですね。エスカレーターを登った先が絶景スポットになっているようで、こちらがその夜景です。街の照明が暖色で統一されていて温かみを感じます。高い建物もないので、まるでおとぎ話の街を上から見ているような感覚です。まだ街を歩けてないので、散策しながらレストランを探したいと思います。こちらは街の中心のソコドベール広場です。街の中心なだけあって夜でもすごい人がいます。ちょっとそれますが、スペインにたくさんあるこのアレホップというお店、牛が目印なんですけど、日本でいう3コインズみたいなお店で、ちょっとこれ足りないから買い足したいって時すごい安いので覚えておくと便利です。トレドはこういう細い路地がたくさんあります。一人用のパエリアがあるということでレストランはここにします。はい、乾杯。今日はスペイン最後の夜なので、どうしてもパエリアが食べたくて全部のせみたいなのにしてみました。美味しかったです。全部合わせて21ユーロでした。それではホテルに戻ります。明日はトレドの街を散策したいと思います。おはようございます。今日は城壁の中の街を散策します。マドリードまでの電車を午後に予約しているので、時間の許す限り歩きたいと思います。昨日は夜遅くてスーパーが閉まってて朝ごはんを買えなかったので、まずスーパーに朝ごはんを買いに行きたいと思います。こういった路地を進んでカルフールに向かっています。こちらが左側にカルフールがあります。一番人気がなさそうだけど一番体に良さそうなグリーンのジュースと、あとバナナを買います。バナナは安定的に安いので本当に助かりますね。はい、いただきます。昨日の広場でバナナを食べてます。日本だったら公園で一人で朝からバナナを食べるってなかなかしたことなかったですけど、一人旅なんでもう慣れてきましたね。まだ朝早いですが、ウォーキングツアーの人がたくさんいて、おそらくスペイン語で開催されてて、イメージ的には日本の人が京都奈良に歴史を学びに来るみたいな感じで、スペイン国内からの旅行も多いのかなと思いました。広場を抜けてトレド大聖堂に向かっています。このように剣のお店がたくさんあります。あと軍服を着た犬のクッションカバー、犬だけかと思ったらちゃんと猫もありました。こちらがトレド大聖堂です。ファサードの彫刻がとっても綺麗ですね。正面はこちら267年もの歳月をかけて作られたスペインゴシック様式の最高傑作と呼ばれています。無料だと思ってきたら入場料が10ユーロだったので、逆に損した気分になってちょっと入るのをやめちゃいました。今思えば入っておけばよかったなって感じなんですけど、タダで入れると思ってきたら10ユーロもするんだって感じで、ちょっと自分のせいなんですけど、入らなかったです。で、大聖堂の反対側にあるこちらの建物はトレドの市庁舎です。歴史がありそうな建物ですね。誰かの結婚式が行われているようです。おめでとうございますですね。わーって感じで見てたら急にこのダンスが始まりました。スペインの結婚式ではこんな感じでダンスをするのが一般的なんですかね。
してこう見てると明らかに知り合いじゃないよねっていう飛び入り参加の人がたくさんどんどん入ってって、なんかすごい映画の雰囲気みたいな感じになってきてます。このおばさまもきっと絶対に知り合いじゃないですよね。すごいな。これは絶対日本では見れない、本当に映画の世界です。いや、なんかいいものを見ました。トレド大聖堂入らなくて逆に正解だったかもしれないです。本当にミュージカル映画を見てるような気分でした。無料で入れるスポットがあったので、ヘラクレスの洞窟というところに来ています。中に入るとこんな感じで狭い階段で下に下って洞窟の中に入っていきます。ローマの遺跡で1世紀後半に作られた水を供給するための貯水池だったそうです。洞窟内部はこちら。中は本当にこれだけでとっても狭いので、近くに寄ったら寄るぐらいで良いかなと思います。この後は町の高台にあるもともと軍事要塞だったアルカサルという場所に向かいます。こちらがアルカサルです。もともとは3世紀にローマ帝国の宮殿があった場所で、11世紀にイスラムの支配からトレドを奪還した後、要塞に改築したものだそうです。現在は武器や戦車などの軍事博物館として無料開放されています。こちらは当時から残っている遺跡のようなものだそうです。アルカサルは町で最も高い標高548メートルにあり、その眺めも抜群です。仲睦まじいご夫婦の横にお邪魔します。この目の前の建物は軍事学校だそうです。建物がこちらで、町側の景色はこんな感じです。昨日夜景を見たあたりの方角です。30分ぐらいでアルカサルの見学を終えて、最後にやっぱりもう一度あの景色を見たいと思い、このトレインビジョンに乗ることにしました。アルカサルのすぐ横に乗り場があり、ここでチケットを購入できます。8ユーロで45分かけて展望台を含め街を一周する乗り物です。ちょうど空きがあったので出発の電車に飛び乗ることができました。乗れる人数も限られていて並ぶこともあるので、早めに行ってまずチケットだけ先に買うのがおすすめです。日本語オーディオガイドもついてて、イヤホンも乗車料に含まれています。あと乗るなら絶対右側、進行方向右側がおすすめです。というのも、出発して展望台までの道は時計回りなので、進行方向に向かって右側に座るとずっとトレドの街を見ることができます。タホ川を渡っていきます。昨日の展望台に到着します。こちらが昼間のトレドの姿です。やっぱりめちゃくちゃ綺麗ですね。なんか心が洗われますね。本当にちょっと違う角度からも見ることができました。写真だとこんな感じです。いや、大満足でした。まさか同じ場所に2回行くと思わなかったんですけど、なんかこれがトレドの魅力なのかなと思いました。街に戻っていきます。歩いて疲れた時にもちょうどいい乗り物だなと思います。ちょっとお腹が空いたのでスタバでコーヒーと軽食を食べてます。ここでトレドの街の基本情報を簡単に紹介します。治安は比較的良くて、観光客が多くて落ち着いた街という感じでした。で、物価はザ観光地ってところにしては安めでした。移動手段は駅からはタクシーで、一度街に入れば徒歩。食べ物も美味しくて問題ないんですけど、うずらの丸ごと煮込みが有名らしいです。街も綺麗で、通貨はユーロで、現金はチップ以外だと使う場面がなかったです。トイレに関しては、デパートみたいなのがないのでちょっと探すのが難しいので、入ったレストラン、カフェだったりとか、あと先ほど紹介したアルカサルが無料入場できるので、そこでトイレを借りるとかありかなと思います。夜景も綺麗なので日帰りでも来れるんですけど、一泊するのがおすすめです。ホテルで荷物をピックして、またタクシーで駅の方に戻っていきます。トレド駅に到着しました。この美しい駅も見納めです。
大都市もいいですが、こじんまりした街も落ち着けていいなと思います。ホームでチケットの QR コード確認があり、その後簡単な荷物検査があります。電車に乗り込み、マドリードに戻っていきます。トレドいかがでしたでしょうか。スペインに1日しかいられないならトレドに行けと言われる理由が少し分かった気がします。次回来ることがあったらエルグレゴの美術館や教会など別のスポットも巡ってみたいと思います。マドリードに戻ったらこの後はポルトガルのリスボンに向かいます。今回もご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録ぜひお願いいたします。